油、財産の牛、お羊を2頭、種に塗るパン、1かごを取り、また全回収の会見の幕屋の入り口に集めなさい。モーゼは主が命じられたようにした。そして回収は会見の幕屋の入り口に集まった。そこでモーゼは回収に向かっていった。これが主があなたにせよと命じられたことである。そしてモーゼはアロンとその子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、アロンに服を着させ、帯を締めさせ、子供をまとわせ、エポレをつけさせ、エポレの帯を締めさせ、それを持ってエポレに身に結びつけ、また胸当てをつけ、その胸当てにウリムとトンニムを入れ、その頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なる冠をつけさせた。主はモーゼに命じられた通りである。モーゼはまたすすき油を取り、幕屋のうちへ、すべてのものに油を注いで、これらを性別し、かつ、千を七度祭壇に注ぎ、祭壇の諸々の器、先般とその台に油を注いで、これを性別し、またすすぎ油をアロンの頭に注ぎ、貝に油を注いで、これを性別したモーゼはまたアロンの子たちを連れてきて、服を彼らに着させ、帯を彼らに締めさせ、頭巾を頭に任せた。主はモーゼに命じられた通りである。彼はまた、財産の牛を連れてこさせ、アロンとその子たちはその財産の牛の頭を手に置いた。モーゼはこれをほふり、その血を取り、指を持って、それを地の祭壇の四隅の角につけて、祭壇を清め、また残りの血を祭壇の元に注いで、これを性別し、これがためにあがないをした。モーゼはまた内臓の上のすべての脂肪、肝臓の商用、二つの腎臓とその脂肪とを取り、これを祭壇の上で焼いた。ただし、そのお牛と皮と肉とお物は、宿営の外で火を持って焼き捨てた。主はモーゼに命じられた通りである。彼また反対のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちは、そのお羊の頭に手を置いた。モーゼはこれをほふって、その血を祭壇の周囲に注ぎかけた。そして、モーゼはそのお羊に、ブチブチに切り分かち、その頭と切り分けたものとの脂肪とを焼いた。また、モーゼは水でその内臓と足と洗い、そのお羊をことごとく祭壇の上で焼いた。香ばしい香りのために祭壇であって、主に捧げる火祭である。主はモーゼに命じられた通りである。彼はまた他のお羊、すなわち飲食のお羊を連れてこさせ、アロンとその子たちはそのお羊に頭に手を置いた。モーゼはこれをほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。また、モーゼはアロンの子たちに連れてきて、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指とにつけた。そしてモーゼはその残りの血を祭壇の周囲に注ぎかけた。彼はまたその脂肪、すなわち、油を内臓の上のすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその脂肪、並びその右のももと取り、また主の前にある種入れぬパンの籠から種入れぬ菓子一つと油を入れたパンの菓子一つとせんべい一つを取って、かの脂肪と右のももの上に乗せ、これをすべてアロンの手とその子たちの手に渡し、主の前に揺り動かされて要塞とした。そしてモーゼはこれを彼らの手から取り、階の上で飯菜と共に焼いた。これは香ばしい香りとする人食の供え物であって、主に捧げる火祭である。そしてモーゼはその胸を取り、主の前でこれを揺り動かして、要塞とした。これは人食のお羊のうち、モーゼに帰すすべての要塞であった。これは人食のお羊のうち、モーゼに帰すべき分であった。主はモーゼに命じられた通りである。モーゼはまたすすぎ油の祭壇の上の血を取り、これをアロンとその服、また、その子たちとの服に注いで、アロンとその服を呼び、その子たちとその服とを性別した。モーゼはアロンとその子たちに言った。会見の幕屋の入り口で肉を煮させなさい。そして人食の籠の中のパンとともに、それをそのところで食べなさい。これはアロンとその子たちが食べなければならないと言え、と私が命じられた通りである。あなた方はその肉とパンと残ったものを火で焼き捨てなければならない。あなた方はその任職の終わる日まで7日の間、会見の幕の入り口から出てはならない。あなた方の任職は7日の要するからである。
今日行ったように、あなた方のために贖いをせよと、主はお命じになった。あなた方は会見の幕屋の入り口に7日の間、日夜とどまり、主の仰せを守って死ぬことのないようにしなければならない。私はそのように命じられたからである。アロンとその子たちは主がモーゼによってお命じになかったことをことごとく行った。And the Lord spake unto Moses, saying, Take Aaron and his sons with him, and his garments, and the anointing oil for a bullock for its sin offering, and 2 rams, and a basket of unleavened bread. And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation. And Moses did as the Lord commanded him, as the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation. And Moses said unto the congregation, This is the thing which the Lord commanded to be done. And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water. And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him. And he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith. And he put a breastplate upon him, and also he put in the breastplate of the Urim and the Thummim. And he also put a mitre upon his head, and upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown, as the Lord commanded Moses. Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them. And he sprinkled thereof upon the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. And he poured of the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him to sanctify him. And Moses brought Aaron's sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them, as the Lord commanded Moses. And he brought the bullock for the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands upon the heads of the bullock for the sin offering. And he slew it. Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, and made reconciliation upon it. And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the 2 kidneys and their fat, and Moses burned it upon the altar. But the bullock in his hide, his flesh and his dung, he burnt with fire without the camp, as the Lord commanded Moses. And he brought the ram for the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands upon the heads of them. And he killed it, and Moses sprinkled blood upon the altar round about. And he cut the ram into pieces, and Moses burnt the head and the pieces within the fat. And he washed the inwards and the legs in water, and Moses burnt the whole ram upon the altar. It was a burnt sacrifice for a sweet savor, an offering made by fire unto the Lord, as the Lord commanded Moses. And he brought the other ram, the ram of the consecration, and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram, and he slew it. And Moses took of the blood of it, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot. And he brought Aaron's sons, and Moses put the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet. And Moses sprinkled blood upon the altar round about. He took the fat, the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the 2 kidneys and their fat, and the right shoulder. And out of the basket of unleavened bread that was before the Lord, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, 1 wafer, and put them on the fat and upon the right shoulder. And he put all upon Aaron's hands and upon his sons' hands, and waved them for a wave offering before the Lord. Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering. They were consecrations for a sweet savor. It is an offering made by fire unto the Lord. And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the Lord. For the ram for consecration, it was Moses' part, as the Lord commanded Moses. Moses took of the anointing oil, and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons' garments with him, and sanctified Aaron and his garments, and his sons, and his sons' garments with him. And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation, and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it. And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.
And he shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in 7 days, until the days of your consecration be at the end. For 7 days shall he consecrate you, as he hath done this day, so the Lord hath commanded to do, to make an atonement for you. Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night 7 days, and keep the charge of the Lord, that ye die not, so I am commanded. So Aaron and his sons did all the things which the Lord commanded by the hand of Moses. そう、8日目になってモーゼ、アロンとその子たちを呼び、エスタイの長老たちを呼び寄せ、ごめんなさい。8日目になってモーゼとアロンとその子たちを呼び、エスタイの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたのオスの子羊の全きものを財産のために取り、またお羊の全きものを犯罪のために取って、主の前に捧げなさい。あなたはまたエスタイの人々に言いなさい。あなた方を親木や財産のために取り、また一切の全き子羊と子牛と子羊と犯罪のために取りなさい。また主の前に捧げる主恩祭のためにお羊とお羊を取り、お牛とお羊を取り、また油にを混ぜた素材を取りなさい。主は今日あなた方に現れたもからである。彼らはモーゼに命じられたものを会見の負けの前に携えてきた。会衆が皆近づいて主の前に立ったので、モーゼは言った。これが主があなたにせよと命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるであろう。モーゼとはアロンに言った。あなたは祭壇に近づき、あなたの財産と犯罪を捧げて、あなたのため、また民のために贖いをし、また備えのまた民の供え物を捧げて、彼らのために贖いをし、すべて主がお命じになったようにしなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために財産の子羊をほぶった。そしてアロンとその子たちは、その血を彼のもとに携えてきたので、彼は指をその血に浸し、それを祭壇の角につけ、残りの血を祭壇のもとに注ぎ、また財産と脂肪と腎臓と肝臓と小葉とを祭壇の上で焼いた。主はモーゼに命じられた通りである。また、その肉と皮とは宿営の外で火を持って焼き捨てた。彼はまた犯罪の獣をほぶり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、これを祭壇の周囲に注ぎかけた。彼らがまた犯罪のもの、すなわちその切り分けたものとの頭を彼に渡したので、彼はその祭壇の上で焼いた。またその内臓と足とを洗い、祭壇の上で犯罪と共にこれを焼いた。彼はまた民の供え物を捧げた。すなわち民のための財産のヤギを取ってこれをほぶり、前のようにこれを罪のために捧げた。また犯罪を捧げた。すなわちこれを定めのようにされた。また、素菜を捧げ、そのうちから一握りを取り、朝の犯罪を加えて、これを祭壇の上で焼いた。彼はまた民のために捧げる主恩祭の犠牲のお羊と、大牛をほふり、アロンの子たちがその血を彼に渡したので、彼はこれを祭壇の周囲に注ぎかけた。またそのお羊と大牛とお羊の脂肪、すなわち油を、内臓を腎臓、肝臓の小葉、これらの脂肪を彼らはその胸の上に乗せて携えてきたので、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いた。その胸と右のももとは、アロンが主の前に揺り動かして要塞とした。モーゼが命じられた通りである。アロンは民に向かって手を挙げて彼らを祝福し、財祭、犯祭、主恩祭を捧げ終えて降りた。モーゼとアロンは会見の幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光はすべての民に現れ、主の前から火が出て、祭壇の上の犯罪と脂肪とを焼き尽くした。民は皆これを見て喜び呼ばわり、そしてひれ伏した。And it came to pass on the
8th day that Moses called Aaron and his sons on the elders of Israel. He said unto Aaron, Take thee a young calf from the sin offering, a ram for a burnt offering without blemish, and offer them before the Lord. And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take a kid of goats for a sin offering, and a calf and a lamb, both of the first year without blemish for a burnt offering. Also the bullock and the ram for peace offerings to sacrifice before the Lord, and a meat offering mingled with oil. For today the Lord will appear to you. And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation, and all the congregation drew near and stood before the Lord. And Moses said, This is the thing which the Lord commanded that ye should do, and the glory of the Lord shall appear unto you. And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering and thy burnt offering, and make atonement for thyself, for the people, and offer the offering for the people, and make atonement for them, as the Lord commanded. Aaron therefore went to the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself. And the sons of Aaron brought the blood unto him, and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar. But the fat, the kidneys, and the caul of the liver of the sin offering he burned upon the altar, as the Lord commanded Moses. And with flesh and the hide he burnt with fire without the camp. And he slew the burnt offering, and Aaron and his sons presented unto him blood, which he sprinkled round about upon the altar. And they presented the burnt offering unto him with the pieces thereof in the head, and he burnt them upon the altar. And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar. And he brought the people's offering, and took the goat which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin as the first. And he brought the burnt offering, and offered it according to like manner. And he brought the meat offering, and took a handful thereof, and burnt it upon the altar beside the burnt sacrifice of the morning. He slew the bullock and the ram for the sacrifice of peace offerings, which was for the people. And Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about, and the fat of the bullock and of the ram of the rump, that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul of the liver. They put fat upon the breast, and he burnt the fat upon the altar, and the breast and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the Lord, as Moses commanded. And Aaron lifted up his hand towards the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and the peace offerings. Then Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. And there came a fire from the Lord, and consumed upon the altar, and the burnt offering, and the fat. When all the people saw, they shouted, and fell on their faces. さて、アロンの子、ナダブとアビウとは、おのおのその香炉を取って、火をこれに入れ、薫陶をその上に持って、小飛びを主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て、彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。その時モーセはアロンに言った。主はこうせられる。すなわち私は私に近づく者のうち、私の聖なることを示し、すべての民の前に栄光を表してやろう。アロンは黙していた。モーセはアロンの叔父、ウジエルの子、ミシャエルとミルザパンと呼び寄せて彼らに言った。近寄ってあなた方の兄弟たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。彼らは近寄って彼らをその服のまま宿営の外に運び出し、モーゼが言ったようにした。モーゼはまたアロン及びその子エレアゼルとイタマルとに言った。あなた方は髪の毛を乱し、また、いぶこを裂いてはならない。あなた方が死ぬことのないため、また死の怒りがすべての改宗に及ぶことのないためである。ただし、あなた方の兄弟、エスタイの前科は、主が火をもって焼き滅ぼしたものと嘆いてもよい。また、あなた方は死ぬことのないように、会見の幕屋の入り口から外へ出てはならない。あなた方の上に主の注ぎ油があるからである。彼らはモーゼの言葉通りにした。主はアロンに言われた。あんたもあなたの子たちも会見の幕に入るときには死ぬことのないように、ブドウ酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ、長く守るべき定めとしなければならない。これはあなた方が聖なる
ものと俗なるもの、汚れたものは清いものとの区別することができるため、また、主がモーゼによって語られたすべての定めはイスラエルの人々に教えることができるためである。モーゼはアロンを呼び、その残っている子、エレアゼルとイタマルとに言った。あなた方は主の火災のうちから素材と残りを取り、パン種を入れずに、これを祭壇の傍らで食べなさい。これは意図聖なるものである。これは主の火災のうちからあなたの受ける分、またあなたの子たちの受ける分である。あなた方はこれを聖なるところで食べなければならない。私はこのように命じられるのである。また、揺り動かした胸と捧げたものとは、あなた方の息子、娘がこれを広いところで食べなければならない。これはイスラエルの人々の主恩祭の犠牲の中からのあなたの分、あなたの子たちの分として与えるものだからである。彼らはその捧げたものと揺り動かした胸と、火災のと脂肪とともに携えてきて、これを主の前に揺り動かして要塞としなければならない。これが主がお命じになったように長く浮くべき分としたで、あなたとあなたの子たちとに帰するであろう。さて、モーゼは財産のヤギとを丁寧に探したが、見よ、それがすでに焼いていたので、彼は残っているアロンとエレアゼルとイタマルとに向かい、勝って言った。あなた方はなぜ財産のものを聖なるところで食べなかったのか。これは意図聖なるものであって、あなた方が改宗の罪を負って、彼のために主の前に贖いをするため、あなた方に賜ったものである身よ。その血は聖女の中に入れなかった。そうにか私が命じたように、あなた方は必ずそれを聖なるところで食べるべきであった。アロンはモーゼに言った。見よ、今日、彼らはその財産と犯罪と主の前に捧げたが、このようなことが私に望んだ。もし私が今日財産のものを食べたとしたら、主はこれを良しとされたであろうか。主はモーゼはこれを聞いて良しとした。ですね、聖であとは。And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took neither of them his censer, and put the fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh to me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. And Moses called Mizpeth and Elizaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. So they went near and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said. And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar, and unto Itamar his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes, lest ye die, lest wrath come upon all the people, but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord had kindled. Ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die, for the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses. And the Lord spoke unto Aaron, saying, Do not drink wine nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a stature forever throughout your generation, that ye may put differences between holy and unholy, between clean and unclean, that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken unto them by the hand of Moses. And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar, and unto Itamar, his sons that were left. Take the meat offering that remaineth of the offerings of the Lord made by fire, and eat it without leaven beside the altar, for it is most holy. Then ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons' due, of the sacrifices of the Lord made by fire. For so I am commanded. And the wave breast and have shoulder shall we eat in a clean place, thou and thy sons and thy daughters with thee, for they be thy due, and thy sons' due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel. Have the heave shoulder and the wave breast shall they bring with offerings made by fire of the fat,
to wave it for a wave offering before the Lord, and it shall be thine and thy sons with thee by the statute forever, as the Lord hath commanded. And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and behold, it was burned. And he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron, which were left alive, saying, Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it to you to bear the iniquity of the congregation, and to make atonement for them before the Lord? Behold, the blood of it was not brought in within the holy place. Ye should have indeed eaten it in the holy place, as I commanded. And Aaron said unto Moses, Behold, this day they offered their sin offering and their burnt offering before the Lord, and such things have befallen me. And if I had eaten the sin offering today, should it have been accepted in the sight of the Lord? And when Moses heard that, he was content.